こんにちは、パワミです。本日は Power BI のレポートを発行したワークスペースへの基本的なアクセス権付与方法と、ユーザーごとにアクセスできるデータを制御する方法について解説します。本日実現する内容です。Power BI レポートでこのような注文リストを作り、ワークスペースに発行しました。このワークスペースに対して他のユーザーへの権限を付与しています。権限を付与されたユーザーがレポートを開いたとき、自分の部署のデータ、例えば人事部の人なら人事部のデータしかアクセスできないように設定していきます。本日の流れです。はじめにPower BI レポートを発行したワークスペースへの基本的な権限付与方法を説明します。次に特定のユーザーへデータアクセス制御をする方法を解説します。最後に DAX 式を使い取得したユーザーアカウント情報を使い動的にデータへのアクセス制御をする方法を紹介します。例えばユーザーの所属部署に応じて見せるデータを変えることができます。これは行レベルのセキュリティといい、設定方法を詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter、ブログでの情報発信もしています。まずはじめに Power BI レポートを他の人と共有するためには、前提として Power BI Pro か Power BI プレミアムの有料ライセンスが必要です。Power BI ライセンスについては、以前の動画 Power BI 入門無料版 Power BI のインストールとレポート共有方法でも解説していますので、参考にしてください。マイクロソフトの Power BI の料金ページを概要欄にも貼っておきます。Power BI レポートの基本的な共有方法を説明します。Power BI デスクトップアプリで作成したレポートは、ウェブサービスである Power BI サービスの任意のワークスペースに発行する必要があります。Power BI 無料版の場合、任意のワークスペースを作成することができず、マイワークスペースという自分だけのワークスペースしか使えません。マイワークスペースには他の人へアクセス権を付与することができないため、レポートを共有するには基本的には有料ライセンスが必要です。Power BI Pro やプレミアムの有料ライセンスを持っている場合のPower BI レポートへの基本的なアクセス権付与の流れはこのようになります。最初に Power BI デスクトップでレポートを作成します。作成したレポートは Power BI サービス上の任意のワークスペースに発行します。有料ライセンスを持っている場合、複数のワークスペースを作ることができます。最後に発行先のワークスペースに共有したい人へのアクセス権を付与することで、ワークスペースに発行されたレポートを共有することができます。それでは実際に Power BI 画面で操作してみます。今回 Power BI デスクトップでこのような注文実績レポートを作成しました。これを一旦 Power BI サービスのワークスペースに発行します。Power BI サービスでワークスペースを開くと、先ほど発行したレポートが表示されています。レポートをクリックすると中身を見ることができます。自分以外のユーザーにアクセス権を付与する場合、アクセスから設定することができます。アクセス権を付与するユーザーのメールアドレスを入力し、ロールを設定して追加をクリックすると、このワークスペースへのアクセス権が付与できます。アクセス権を付与されたユーザーは基本的にこのワークスペース上のすべてのレポートを見ることができます。
ワークスペースへ付与できるアクセス権のロールを説明します。ロールは全部で4種類あります。管理者、メンバー、共同編集者、ビューワーの順に権限が強く、ワークスペースの作成者は管理者ロールが自動的に割り当てられます。簡単にロールの内容を説明すると、管理者はすべての権限が与えられ、メンバーはワークスペースの更新、削除等の権限がありません。さらに、共同編集者はレポートの編集権限等はありますが、どのユーザーにデータセットのアクセス許可をするかの管理はできません。ビューワーは基本的にレポートを見れるだけで、レポートの編集等はできません。このうち、管理者、メンバー、共同編集者のロールは、発行したレポートの全データにアクセスができます。ビューワーは行レベルのセキュリティというものを設定することで、アクセスできるデータを制限することができます。次に、特定のユーザーに対してデータアクセス制御をする方法を解説します。これを実現するため、行レベルのセキュリティの設定を行います。例えば、表のような日付ごと、部署ごとの注文リストのデータがあるとします。行レベルのセキュリティを使うと、例えば人事部の人には人事部のデータしか見せないといった設定ができます。この時、人事部の人は部署名列が人事部であるデータ行しか見ることができないため、行レベルのセキュリティと呼びます。先ほど解説したように、管理者、メンバー、共同編集者にはすべてのデータが見えてしまうため、行レベルのセキュリティ設定をするアカウントにはビューワーの権限を割り当てる必要があります。具体的な行レベルのセキュリティ設定方法は図のようになります。1のレポート作成時に Power BI デスクトップでロールの設定を行います。ロールの設定とは、例えば部署名列を人事部でフィルターする等の設定です。そして3の Power BI サービスの発行先のワークスペースでどのロールにどのユーザーを割り当てるかの設定をします。では実際に1の Power BI デスクトップでロールの設定をしていきます。先ほど Power BI デスクトップで作成していた注文実績レポートを使います。ロールの設定はモデリングタブのロールの管理から行います。新しいロールを作成し、どのテーブルにどのようなフィルターをかけるか設定します。例えば、HR ディパートメントロール、システムディパートメントロールを作成し、オーダーリストテーブルでそれぞれディパートメント列が人事部、情報システム部に一致するレコードに絞り込むフィルターを設定してみました。これにより HR ディパートメントロールに割り当てられたユーザーは人事部のデータ、システムディパートメントロールに割り当てられたユーザーは情報システム部のデータのみが表示されるようになります。実際どのように表示されるかは、表示方法からロールを選択してみるとわかります。これで一旦 Power BI サービスのワークスペースに発行します。次に3の Power BI サービスのワークスペースでロールの割り当てをしていきます。ワークスペースを作成者である PowerMina アカウントで Power BI サービスのレポートを開くと、すべてのデータを見ることができます。ワークスペースの作成者は自動的に管理者のロールが割り当てられるためです。次に行レベルのセキュリティのロールを割り当てたいユーザーをビューワーのロールで追加します。そして発行されたレポートのデータセットの3点リーダーからセキュリティを選択します。ビューワーに割り当てられるロールに
メンバーを追加し保存をクリックします。これでビューアーアカウントに強レベルのセキュリティのロールを割り当てることができました。それでは実際に今回 HR ディパートメントロールを割り当てたミムチのアカウントで Power BI サービスを開いてみます。ちなみに今回ミムチはゲストユーザーなのでワークスペースを共有するときには右上の設定からヘルプとサポート、Power BI についてをクリックし、テナントの URL を共有します。この URL にはこのテナントの ID が含まれているため、ゲストユーザーなど普段別テナントに所属しているユーザーでもこのワークスペースを開くことができます。それではミムチのアカウントでワークスペースを開き、レポートを表示してみます。このように人事部のデータだけが表示されていることがわかります。このようにして行レベルのセキュリティの設定ができました。ただしこのやり方では問題もあります。人事部や情報システム部以外にもたくさん部署がある場合、部署数分のセキュリティロールを作成しないといけません。また、社員の移動等があり、部署が変わると、ロールを割り当てるユーザー設定も変える必要があります。この問題を解決するため、次にログインしているユーザーのメールアドレスと部署名を管理する社員テーブルを使い、動的にアクセス権を付与する方法を解説します。次に、動的にデータへのアクセス制御をする方法を解説します。今回のようにワークスペースにアクセス権を付与されたユーザーが自分の部署のデータのみ見れるようにしたい場合、ユーザープリンシパルネーム、つまり各ユーザーのメールアドレスと部署名を紐付ける社員データ一覧テーブルがあれば実現できます。左のユーザーリストと右の注文リストを部署名列でリレーションシップします。そして左から右、社員データ一覧から注文リストの方向へセキュリティフィルターをかければ、例えば人事部のミムチがログインしたときは人事部でフィルターがかかり、注文リストは人事部のデータしか見ることができなくなります。ちなみに各ユーザーのメールアドレスとなるユーザープリンシパルネームは DAX 関数式で取得できます。それでは実際に Power BI 画面で動的セキュリティを実装してみます。Power BI デスクトップで注文リストテーブル以外にもう一つアカウントマスターというテーブルを準備しました。アカウントマスターテーブルはこのようにユーザーのアカウントと部署名を管理するテーブルです。そしてモデルタブよりこの2つのテーブルを部署名でリレーションシップします。この時、右クリックのプロパティからフィルターの方向を設定できます。クロスフィルターの方向から単一でアカウントマスターからオーダーリストの方向にフィルターを設定していきます。この矢印の方向がフィルターの方向になります。続いてレポートタブに戻り、モデリングタブからロールの管理を開きます。My Department Data というロールを作成し、アカウントマスターテーブルにこのような DAX 式を書きます。ユーザープリンシパル関数はログインユーザーのメールアドレスを取得できます。これがアカウントマスターのアカウント列に以降のメールアドレスを加えたものでフィルターします。これによりログインユーザーのメールアドレスから所属する部署に絞り込み、オーダーリストのデータを表示することができます。これで Power BI サービスにレポートを発行します。Power BI サービスに発行されたレポートの
データセットの3点リーダーからセキュリティを選択します。先ほど作成した My Department Data のロールにビューアーのアカウントを割り当てます。これにより割り当てられたビューアーのユーザーは自分の部署のデータを見ることができます。試しにミムチを割り当ててみました。ミムチのアカウントから Power BI サービスのワークスペースを開き、レポートを見てみると、総務部のデータのみ表示されていることがわかります。このようにして動的セキュリティによるデータアクセス制御ができました。本日は Power BI でレポートへのアクセス権を付与する方法を解説しました。動的セキュリティで自分の部署データのみアクセスできるようにする場合、アカウントと部署を紐付ける社員データ一覧が必要です。社員データ一覧は会社の人事部か情報システム部等が持っているかもしれません。社員データ一覧を SQL サーバー等に格納している場合は、手動でデータ更新する必要もなく、社員の移動があればすぐにアクセスできるデータが変わるように設定することも可能です。Power BI のアクセス権については少し分かりづらいところもあるので、この動画が参考になればと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。